プシュプシュチャンネル。カエルの王様。昔々、ある国を治めている王様がいました。王様には5人の娘がいるのですが、中でも末っ子のお姫様は誰もが見とれてしまうほど美しく、笑うと花が咲いたように辺りを明るく照らす素敵なお姫様でした。ある夏の日のこと、お姫様はお気に入りの金のまりを持ってお城の近くの森で遊んでいました。森の中には小さな泉があり、お姫様は涼しい風がそよぐ泉のほとりでまりをついて楽しく遊んでいました。お姫様は夢中になって遊んでいたのですが、まりが足に当たってしまい、奥の方へと飛んでいってしまいました。あら、大変。待って。お姫様はまりを追いかけますが、追いつくことはできず、まりは泉の中へと落ちてしまいました。ああ、どうしましょう。私の大切なまりが、せっかくお父様からいただいたものなのに。お姫様が泉のほとりでしくしく泣いていると、泉から一匹のカエルが飛び出してきました。おや、お嬢さん、どうしたんだい？カエルは優しくお姫様に声をかけますが、カエルが苦手なお姫様は、あなたに話すことは何もありませんと顔を背けます。もしかして泉に何か落としたんじゃないのかい？もしそうなら僕が取ってきてあげるよ。お姫様は少し考えて言いました。実はお父様からいただいた大切なまりを泉に落としてしまったの。もし拾ってきてくれたらお礼をするわ。お姫様の言葉を聞いたカエルはこう言いました。よし、それなら僕と友達になってよ。僕と友達になってずっと一緒にいてくれるなら、まりを拾ってきてあげるよ。わかったわ。まりを取ってきてくれたらあなたとお友達になるわ。カエルは早速泉に飛び込むと、金のまりを持って戻ってきました。そう、このまりよ。助かったわ。お姫様は大喜びすると、お城へと帰って行きました。次の日のこと、お姫様は王様やお姉さんたちと一緒に大きなテーブルを囲んで食事をしていました。するとそこにピチャピチャと跳ねる音が響き、一匹のカエルがやってきました。カエルだわ。お姫様はびっくりして逃げようとすると、お姫様、僕は昨日泉でまりを拾ったカエルだよ。拾ったお礼に友達になってずっと一緒にいてくれるって言ったじゃないか。なんで逃げるんだい？
カエルの言葉を聞いた王様はこう言いました。姫や、そのカエルの話が本当なら約束は守らねばならん。一緒に食事をしなさい。はい、わかりました。お姫様は仕方なくカエルを隣の椅子に座らせると、一緒に食事をとりました。ですが、カエルが苦手なお姫様は、隣にカエルがいるというだけで気分が悪くなり、あまり食事に手をつけていません。カエルはというと、その横で、なんて美味しい食事なんだ。こんなに美味しいものは初めて食べたよ。もっと食べたいな。と大満足の様子です。食事が終わると、お姫様は少しベッドで横になろうと思い、自分の部屋に行こうとしました。すると、その後ろからカエルがぴょんぴょんとついてくるではありませんか。なんでついてくるんですか？私はこれから少し横になります。ついてこないでください。ベッドで休むんだろ？それなら僕も一緒に寝ることにするよ。いっぱい食べて眠くなっちゃったから。カエルと一緒に寝るなんてとんでもないと思ったお姫様ですが、王様はこう言いました。姫や、このカエルは困った時に助けてくれた友人であろう。その恩を忘れてはいかんぞ。王様からそう言われたお姫様は何も言うことができず、泣く泣くカエルを抱き上げると、自分の部屋へと連れて行きました。お姫様がベッドに入ると、僕も一緒に寝るよ。友達だからね。カエルはそう言うと、ベッドの中に入ろうとしました。我慢ができなくなったお姫様は、顔を真っ赤にして怒ると、カエルをつかみ、壁に向かって投げつけてしまいました。もういい加減にしてちょうだい。どうして私がカエルと同じベッドで眠らなきゃいけないの？とカエルに向かって怒鳴りつけると、急にカエルの体が光り輝き出しました。あまりの眩しさに目を開けていられないお姫様は目をつぶります。光が収まってきたので目を開けると、なんとそこにはとても美しい王子様が立っていたのです。お姫様、私は隣の国の王子です。悪い魔女に呪いをかけられ、カエルの姿となっていたのですが、あなたのおかげで元の姿に戻ることができました。心からお礼を申し上げます。王子様はお礼を言うと、お姫様の手を取りました。姫、僕と結婚してくれませんか？僕と一緒に隣の国で暮らしませんか？王子様に対して冷たい態度をとっていた自分のことを大切にしてくれる王子様のことが大好きになったお姫様は、王子様と結婚し、隣の国で
末永く幸せに暮らしましたとさ。おしまいおしまい。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。